はい。皆さんこんにちは。かっちゃんです。欲張り。ということで、今日は抱えて食べたくなるほど美味しい欲張りシリーズということで、シューマイに旬のキャベツをたっぷりと入れ、包まずに欲張りサイズでボリューム満点美味しく作れる欲張りキャベツシューマイを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は春キャベツまたはキャベツ 200g、豚ミンチ 200g、シューマイの皮、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。春キャベツまたはキャベツ 200g を細切りします。切り終えたらボウルに入れて塩小さじ1/2を振り、キャベツがしんなりして水分が出てくるまで塩もみします。では今、塩もみしてキャベツがしんなりとし、かさが減って、こんな感じで水分が出てきたので、手で握って水気をしっかりと絞ります。水気を絞り終えたら、みじん切りします。キャベツをみじん切りしたら、ボウルに豚ミンチ 200g、酒大さじ1、片栗粉大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、おろしにんにく、生姜各小さじ1、ごま油小さじ1を入れ、粘りが出てくるまで練り合わせます。粘りが出てくるまで練り合わせたら、みじん切りしたキャベツを加え、混ぜ合わせます。で今回、お肉とキャベツが同量で、かなりキャベツがたっぷりなので、全体にキャベツ行き渡って、お肉とまとまってくるまでよーく混ぜます。では全体均一に混ぜ、お肉とキャベツがまとまったら、今回型はホーローの耐熱容器を使って作ります。今回ホーローのものを使うんですけど、ガラスの耐熱容器など、ご自宅にある使いやすい耐熱容器を使って作ってみてください。ではまず、シューマイの皮がくっつかないように、型の内側に油を塗り広げます。油を塗り広げたら、シューマイの皮を耐熱容器の縁から少し飛び出て、かけるような感じで、皮の縁と縁を重ねて並べ置きます。中央の空洞部分にも皮を置いて隙間なく埋めます。皮を置いて隙間なく埋めたら、合わせた肉種を型の中に入れます。肉種を入れたら、縁の飛び出たシューマイの皮を内側へ折り込みます。では、シューマイの皮を内側へ折り込んだら、この空洞部分に、そのままシューマイの皮入れてもいいんですけど、少し千切りして上に乗せると、見た目も綺麗で鮮やかに仕上がるので、シューマイの皮を千切りして、上の空洞部分を埋めつつ散らします。で実はこれ一回餃子の皮で試しに作ったんですけど、なんかどうしても餃子の皮だと分厚すぎて、かつうまく火が入らなすぎて、あんまりね美味しくなかったんですよね。なのでちょっとシューマイの皮ってなかなかね買いにくいイメージがあるんですけど、私はできるだけ手軽なもので作りたいんですけど、ぜひシューマイの皮を購入して作ってみてください。千切りしたシューマイの皮を散らしたら、深めのフライパンや鍋に、もしガラス容器使う場合は割れないように下に布巾やキッチンペーパーを敷いて容器を置いてください。もうホーローなので、このまま深めのフライパンや鍋に入れ、容器が1/3から半分浸る程度まで水を流し入れます。では水を流し入れたら、蓋をして、強火にかけて沸騰させます。はい。では、沸騰して蒸気が上がってきたら、火力を中火にして15分加熱します。途中で水が少なくなっている場合は、空炊きにならないよう様子を見て水を足して加熱してください。止めて、止めて、自分で止めてく。はい。では、15分加熱したら蒸し上がりです。で箸などで少し割って中確認して、中央まで火が通っているか、お肉赤くないか、火の通りだけ確認してください。では加熱し終えたら、熱いのでやけどに気をつけて取り出します。ではあとお好みで刻んだネギをパラパラっと散らして、ポン酢や酢醤油、辛みが欲しい場合はラー油を一緒に合わせて食べてみてください。OK。はい。
ではこんな感じで型に入れて火にかけるだけ、欲張りサイズで思う存分美味しく食べられる欲張りキャベツシューマイの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は旬のキャベツをたっぷりと使って包むことなくボリューム満点、抱えて食べたい美味しさ、欲張りキャベツシューマイを作ってみました。それでは本日はスタイルバランスゆずサワーで乾杯。乾杯。ゆずうま。じゃあ早速いただきましょう。欲張りシリーズも結構自分気に入ってていくつかやってきたんですけど、今回はもうシューマイを包まずに欲張りサイズに作った欲張りキャベツシューマイを作ってみました。じゃあ肉種に下味はつけてあるんですけど、お好みの調味料かけて食べてみてください。ちょいとポン酢をかけていただきます。じゃあいただきます。欲張りのめちゃくちゃ美味しい。たっぷり入れたキャベツのシャキシャキっとした食感にお肉のジューシーさともちもちのシューマイの皮がとても美味しいレシピになってます。キャベツはあらかじめ塩もみして使うことによって余分な水分が抜けるのでお肉がべたつかず美味しく仕上がり、ほんと今回お肉を200に対してキャベツを200、同量かなりたっぷり入れてるので、噛んだ瞬間にこのキャベツのシャキシャキっとした食感と甘みが口の中にブワッと広がり美味しく仕上がります。で、野菜が入ることによってちょっとこうあっさりすごくさっぱりと美味しく食べられるので、これだけ大きいサイズでボンと作っても最後までくどくなく美味しく食べられるレシピになってます。で、今回欲張りサイズでシューマイなんですけど包むことなく型に入れてボーンと作ってみました。もうそのまま容器で食卓に出すことができ、結構がっつり大きさもあるので食卓にそのままボーンと出して豪華に美味しく食べられます。型の中にシューマイの皮を並べて本当に肉種を詰めて皮をかぶせるだけで簡単に作ることができ、蒸す工程も蒸し器を使わずにフライパンでお手軽に作れます。で、上の部分はシューマイの皮を千切りにして上に散らすことによってそのまま乗せるよりもこうふわっと花びらのように仕上がるので見た目も豪華に綺麗に仕上がります。じゃあちょいとオイラー油をしていただきます。肉種には鶏の藁やごま油、中華風の味付けで、あとは結構キャベツをね塩もみしている分塩気が残っているので、あっさり食べたい方はそのまま食べていただいてもいいですし、味薄いなっていう感じる方はポン酢や酢醤油などお好みの調味料をつけて美味しく食べられます。ちょっとこうお酒飲まれる方とかパンチが欲しい方はラー油やからしなどお好みで合わせて食べても美味しく食べられます。はい。ということで今日は欲張りサイズで思う存分美味しく食べられる欲張りキャベツシューマイを作ってみた動画でした。たっぷり入れたキャベツのシャキッとした食感や甘みにジューシーな肉種、もちもちのシューマイの皮がとても美味しいレシピになってます。包む工程がなく型に入れて火にかけるだけでお手軽簡単キャベツをたっぷり美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイキャベキャベ、容器ごと抱えて食べたい。